ゆっくり解説。失敗だと思ったら大成功。偶然の産物だった発明重戦。ねえマリサ、発明ってすごい人が長い時間かけて考え抜いて生まれるものだと思ってたんだけど、そうじゃないこともあるの？お、いいところに気づいたな。実はな、失敗や偶然から生まれた発明って、めちゃくちゃ多いんだぜ。そんな偶然って本当にあるの？なんだか信じられないなぁ。例えば、お菓子のクレーム対応から世界中で人気になる商品が生まれたり、実験でチョコが溶けただけで、今じゃどこの家庭にもある家電ができたりするんだぜ。それって本当に偶然から？すごすぎる。今回は、そんな失敗から始まった奇跡の発明をランキング形式で紹介していくぜ。何が1位になるか、楽しみにしててくれよな。第10位、ポテトチップス。客のクレームから生まれた意外な発明。マリサ、いよいよ第10位だね。失敗から生まれた意外なものって想像つかないや。なんだろう？よし、第10位は、みんな大好き、ポテトチップスだぜ。レ夢ム、これって実は客からのクレームがきっかけで生まれた、かなり皮肉な発明なんだぜ。ポテトチップスが？あの美味しいポテトチップスが、失敗からなんて信じられない。どんなクレームだったの？話は1853年、ニューヨーク州のサラトガスプリングスっていう場所にあるレストランでのことだ。そこのシェフだったジョージ・クラムが、フライドポテトを頼んだ客から、ポテトが熱すぎる、もっと薄く切れ、って何度も突き返されたんだ。普通なら面倒な客だけど、クラムはこれに腹を立てて、もう食べられないだろうってくらい紙みたいに薄くスライスして、カリカリに揚げて出してやったんだ。完全に嫌がらせのつもりだったらしいのぜ。嫌がらせだったんだ。それで、そのお客さんはどうなったの？それがなんと、その客がその超薄切りのポテトをめちゃくちゃ気に入ってしまってな。それがサラトガチップスとして評判になり、あっという間に広まっていったんだぜ。まさか、客のわがままとシェフの皮肉から、世界中で愛されるスナックが生まれるなんて、面白い話だろ？まさに失敗、いやクレームを逆手に取った大成功ってわけなのぜ。第9位、サッカリン。人工甘味料。甘味料は化学実験の副産物から。ねえマリサ、甘味料って自然のものだと思ってたんだけど、人工甘味料ってどうやって生まれたの？それがな、まさに偶然の副産物だったんだぜ。最初から甘味料を作ろうとしてたわけじゃなかったんだ。へえ、なんか不思議な話だね。それっていつ頃のこと？ 1880年頃のアメリカでの話だぜ。ジョンズ・ホプキンス大学の研究者、コンスタンティン・ファールバーグって男が、石炭タールを使った化学実験をしてたんだ。彼は実験の後、手を洗わずに家に帰って夕食を食べてたんだけど、まさか、その手でパンとか触っちゃったとか？そうそう、パンをかじったら、なんか妙に甘かったんだ。最初は料理が甘すぎたのかと思ったら、原因は自分の手についてた化合物だった。実験でできたサッカリンって物質が、驚くほど甘かったってわけさ。うわぁ。でもすごい偶然。それで人工甘味料として使われるようになったの？ああ、後に大量生産されるようになって、糖尿病患者向けの代替甘味料として広がっていったんだ。しかも砂糖の数百倍の甘さがあるのに、カロリーはゼロに近いってことで、ダイエット用途でも重宝されたぜ。なるほど。今では当たり前のように使われてるけど、そんな偶然から始まってたんだね。手を洗わなかったことが、むしろ発見につながるなんて。まさに衛生的にアウト。でも科学的にはセーフってやつだな。科学の世界って、本当にどこで何が起きるかわからないのぜ。第8位、コカ・コーラ。頭痛薬として開発されたが、誤って炭酸水で割ったことから誕生。次は第8位ね。ポテトチップスにサッカリン。次は一体なんだろう？すごく意外なものばかりでワクワクするわ。レ夢ム、驚くんじゃないぜ。第8位は、世界で一番有名かもしれない飲み物、コカ・コーラだ。コカ・コーラが失敗から？信じられない。だって、あんなに完成された飲み物なのに。ところがどっこい、コカ・コーラの始まりは全く違うものだったんだ。
発明家ジョン・エス・ペンバートン博士は、もともとこれらの治療薬や頭痛薬になるような薬を作ろうとしていたんだぜ。いくつかの薬草を混ぜ合わせて、シロップ状のものを作り出したんだ。それがどうして、あのコカ・コーラになったの？ある日、薬局でこのシロップを水で割って売っていたんだが、間違えて炭酸水で割ってしまったんだ。そうしたら、その炭酸で割ったシロップが、それまでとは全く違う、なんとも言えない爽やかな味になったらしいんだぜ。飲んでみた人たちが、これはうまい、って大評判になって、あっという間に人気に火がついたんだ。間違えて炭酸水で割っただけなのに、それが大成功の始まりだったなんて、まさに偶然が生んだ奇跡だね。ああ、そうだぜ。ペンバートン博士自身も、最初は薬として売り出すつもりだったのが、あまりの人気ぶりに飲み物として販売する方向へ切り替えたんだ。今では世界中で飲まれているコカ・コーラが、たった一つの間違いから生まれたなんて、本当に面白い話だろ？第7位、バルカナイズド、ラバー、カリウゴム、耐熱、耐寒性がない天然ゴムの欠点を克服しようとして偶然発見。コカ・コーラが間違いからなんて、本当に驚きの連続ね。次はどんな発明かしら？第7位。よし、第7位は、バルカナイズドラバー、つまり、カリウゴムだぜ。レイム、天然ゴムって知ってるか？なんとなく、ゴムの木から取れるんでしょ？そうだぜ。でもな、天然ゴムはそのままだと、夏はベタベタに溶けちゃうし、冬はカチカチに固まっちゃうっていう大きな欠点があったんだ。だから、使える用途が限られてたんだぜ。そうなんだ。じゃあ、どうやってこの欠点を克服したの？そこで登場するのが、チャールズ・グッドイヤーという人物だ。彼はこの天然ゴムの欠点を克服しようと、もう何年も何年も研究を続けていたんだ。いろんな薬品と混ぜたり、熱したり冷やしたり、まさに試行錯誤の毎日だったらしい。大変な努力家だったんだね。ああ、そして、ある日、彼はゴムと硫黄を混ぜたものを誤ってストーブの上に落としてしまったんだ。普通なら失敗、掃除しなきゃってなるところだろ？そうね。失敗だわ。ところが、その熱せられたゴムと硫黄の混合物が、驚くほど弾力があって、しかも熱や寒さにも強い、全く新しい性質を持ったゴムに変化していたんだ。これがバルカナイズドラバー、カリウゴムの誕生だぜ。ストーブに落としたのがきっかけ。これも偶然なのね。全くだ。このカリウゴムの発明によって、ゴムはタイヤやホース、工業製品など、様々なものに使われるようになって、現代社会には欠かせない素材になったんだ。文字通り、熱い失敗から生まれた大成功ってわけなのぜ。第6位、テフロン、フッ素樹脂、冷却ガスの実験中に偶然発見。ストーブに落としてゴムが改良されるなんて、想像もつかないわね。失敗からの発明、本当に面白いわ。さて、第6位は何かな？マリサ。よし、第6位は、みんなもきっとお世話になってるテフロンだぜ。あのフライパンとかに加工されてる、くっつかないあれなのぜ。テフロン加工のフライパン。あれ、焦げつかなくて本当に便利よね。でも、あれも失敗から生まれたの？どうして？話は1938年、アメリカの科学者ロイ・プランケット博士が、新しい冷却ガス、今でいうフロンガスみたいなものを作ろうと実験していた時のことだ。彼はガスをボンベに詰めて冷やしておいたんだ。で、次にそのボンベを使おうと思ったら、バルブを開けてもガスが出てこない。でも、ボンベはガスが入ってるはずの重さがある。おかしいと思って、ボンベを切断してみたら、なんと中から白いワックス状の、ツルツルした物質が出てきたんだぜ。ガスが別の物質に変わってたってこと？そうなんだぜ。プランケット博士も最初は首をかしげたらしいが、調べてみたら、この物質が酸やアルカリにも侵されず、熱にも強くて、しかも全くくっつかないっていう、とんでもない性質を持ってることを発見したんだ。新しい冷却ガスを作ろうとしてたのに、全然違うものができちゃったんだ。でも、それがすごく役に立つものだったなんて、まさに棚からぼたもちだね。
まったくだ。この偶然見つかった物質が、後のテフロンとして、フライパンや宇宙服、医療器具まで、ありとあらゆる場所で大活躍することになるんだぜ。実験の失敗から生まれた、文字通り滑らかな大成功ってわけなのぜ。第5位、セロハン防水フィルムの失敗から透明包装革命へ。テフロンがガスのボンベから偶然なんて、本当に世の中には不思議がいっぱいね。さて、次は第5位。どんな意外なものが来るのかな？マリサ。よし、第5位は、昔は色々なものに使われてた透明な袋、セロハンだぜ。これもまた、目指していたものとは違うものができちゃった失敗から生まれた発明なのぜ。セロハン、駄菓子とか包んであったイメージがあるわね。あれが失敗から、何を開発しようとしてたの？時は1900年代初頭、スイスの科学者ジャック・ブランデンベルガーは、ワインをこぼしても染み込まない、防水のテーブルクロスを作ろうとしていたんだ。彼は布に液体のビスコースを塗ってみたんだぜ。防水テーブルクロスか。ところが、布に塗られたビスコースは、防水効果はいまいちだったんだが、布から剥がしてみたら、薄くて透明なフィルムになってることに気づいたんだ。テーブルクロスとしては失敗だったわけなのぜ。防水テーブルクロスが、透明なフィルムに化けちゃったの。そうなんだぜ。ブランデンベルガーは最初はがっかりしたらしいが、この透明なフィルムが、食品の包装などに使えるんじゃないかってひらめいたんだ。それまで透明な包装材なんてほとんどなかったからな。彼はこのフィルムをセロハンと名付けて、製造方法を確立したんだ。なるほど。テーブルクロスの夢は破れたけど、代わりに新しい包装材を生み出したんだ。まさにピンチがチャンスになった例ね。まったくだ。このセロハンのおかげで、お菓子やタバコ、いろいろなものが中身を見せながら包装できるようになって、包装の歴史を大きく変えたんだぜ。文字通り、失敗から生まれた透明な大成功ってわけなのぜ。第4位、X 線ウィルヘルムレントゲンが偶然見た見えない光。セロハンが防水失敗からって、本当に何がどう転ぶかわからないものね。次の第4位は一体何だろう？ますます楽しみになってきたわ。マリサ。よし、第4位は、医療や科学研究で今や欠かせないもの、X 線だぜ。これもまた、全く別の現象を研究してる最中に偶然見つかった、まさに見えない光の発見なのぜ。X 線、体のレントゲン写真とか、空港の手荷物検査とかで聞くわね。あれも偶然、どんな状況だったの？時は1895年、ドイツの物理学者、ヴィルヘルム・レントゲン博士が、真空管の中で電気を流す実験、いわゆる陰極線の研究をしていたんだ。彼は実験室を暗くして、光が出ないように真空管を黒い厚紙で覆っていたんだぜ。ふむふむ、実験に集中してたのね。そうなんだ。で、電圧をかけて陰極線を発生させていた時、偶然、少し離れた場所に置いてあった、蛍光物質が塗られたスクリーンが光るのに気づいたんだ。真空管は覆われていて光は漏れていないはずなのに、スクリーンが光ってる。レントゲン博士はすごく驚いたらしいぜ。覆われてるのに光るなんて、不思議すぎるわ。何が原因だったの？博士は、この見えないけど何かを透過する、正体不明の光を徹底的に調べたんだ。これが、後の X 線となるものだったんだぜ。彼はこの未知の光をアルファベットの X と名付けたんだ。まさに偶然の産物、驚きの発見だったのぜ。見えない光を発見するなんて、すごい偶然。しかも、それが人の体の中まで見通せるなんて、本当に驚きね。ああ、この X 線の発見は、医学や物理学に革命をもたらしたんだ。レントゲン博士自身も、まさか自分がこんな大発見をするなんて思ってもいなかっただろうな。意図しない実験から生まれた、見えないけど世界を変えた大発見ってわけなのぜ。第3位、ペニシリン抗生物質カビによる菌の死滅を偶然観察。 X 線が見えない光だったなんて、本当に驚きね。次は第3位か。どんなすごい発明が飛び出すのかしら？マリサ。よし、
第3位は、人類の歴史を変えたと言っても過言じゃない大発見。ペニシリンだぜ。病気の原因になる細菌をやっつける薬、抗生物質のことなのぜ。ペニシリン、病気を治すのにすごく大事な薬よね。あれも失敗からなの？どうやって見つかったの？時は1928年、イギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミング博士が、ブドウ球菌という細菌の研究をしていた時のことだ。彼は培養皿で細菌を育てていたんだが、ちょっとズボラなところがあって、実験器具を片付けずに休暇に出かけちゃったんだ。片付けずに放置しちゃったの？そうなんだ。で、休暇から戻ってきて、放置していた培養皿を見てみたら、なんとそこに青カビが生えていたんだ。そして、もっとよく観察してみると、そのカビの周りだけ、育てていたはずのブドウ球菌が全く増えていないことに気づいたんだぜ。まるでカビが細菌を寄せ付けない、あるいは殺しているみたいに見えたらしい。カビが菌を殺してる。そんなことってあるの？フレミング博士は、この現象にすごく興味を持ったんだ。彼はこのカビが作り出す物質が、細菌の増殖を抑える、あるいは殺す働きがあるんじゃないかと考えて、さらに研究を進めたんだ。これが、後にペニシリンと名付けられる、最初の抗生物質の発見につながったんだぜ。ズボラな性格が、世紀の大発見につながるなんて、これも偶然が重なった奇跡だね。まったくだ。もし彼が几帳面に片付けていたら、この発見はもっと遅れていたか、もしかしたら見つからなかったかもしれないんだ。たった一つのカビから生まれた、文字通り病原菌を打ち滅ぼす大発見ってわけなのぜ。第2位、ポストイット。付箋、弱すぎた接着剤が奇跡の再利用へ。ペニシリンがカビから生まれるなんて、本当に偶然って偉大ね。さて、いよいよ第2位よ。どんな意外な発明がランクインするのかしら？マリサ。よし、第2位は、オフィスでも学校でも、家でも大活躍、ポストイット、つまり付箋だぜ。ペタッと貼って剥がせる便利なメモ用紙なのぜ。ポストイット、毎日使ってるわ。あれも失敗からなの？どう考えても便利だけど、どこが失敗だったの？話は1968年、3M 社の研究員、スペンサー・シルバー博士が、強力な接着剤を開発しようと実験していた時のことだ。彼はとにかく強く、しっかりとくっつく接着剤を目指していたんだ。強力な接着剤ね。目標はわかりやすいわ。ところが、彼の作った接着剤は、なぜか、くっつく力が弱いという、目指していたものとは全く逆の性能になってしまったんだ。しかも、一度貼っても簡単に剥がせて、しかも何度も貼り直しが効くっていう、強力とは程遠いものだったんだぜ。博士自身も、これは失敗作だって思っていたらしい。強力な接着剤を作ろうとしたのに、弱くて剥がせるものができちゃったの。それは確かに失敗って思っちゃうかも。そうなんだ。この弱すぎる接着剤は、しばらくの間、会社の棚の中で眠っていたらしい。ところが、数年後、同じ会社の研究員であるアート・フライ氏が、教会の聖歌隊で歌っている時に困っていたんだ。賛美歌集に挟んだしおりが、すぐに落ちてしまうのが悩みだったんだぜ。しおりが落ちるのが悩み。それがどう繋がるの？彼はふと、スペンサー・シルバー博士の作った弱すぎる接着剤のことを思い出したんだ。これを紙に塗れば、本に貼っても落ちないし、しかも剥がす時に本を傷つけないんじゃないかってひらめいたんだぜ。これがポストイット誕生のきっかけなのぜ。なるほど。強力な接着剤としては失敗だったけど、弱くて剥がせるという欠点が、しおりとしては最高の利点になったんだ。まさに逆転の発想ね。まったくだ。失敗作だと思われていた弱すぎる接着剤が、アート・フライ氏のひらめきによって、世界中で使われる大ヒット商品に生まれ変わったんだ。文字通り、弱さから生まれた奇跡の大成功ってわけなのぜ。第1位、電子レンジ。レーダー機器開発中にチョコが溶けた。ポストイットの弱さがまさかの大ヒットにつながるなんて、本当に人生って何が起きるかわからないわね。さあ、いよいよ第1位。
失敗から生まれた最高の発明は何かしら？マリサ、早く教えて。失敗から生まれた発明。栄えある第1位は、みんなの食卓で大活躍。電子レンジだぜ。チンするだけで料理が温まる。超便利な家電なのぜ。電子レンジ、あれも失敗からだったの？毎日使ってるのに全然知らなかったわ。一体どんな失敗だったの？時は1945年頃、アメリカのレイセオン社で、パーシー・スペンサーという技術者がレーダー機器に使われる強力なマイクロ波の研究をしていたんだ。彼はマグネトロンというマイクロ波を発生させる装置の実験中だったんだぜ。レーダー機器の研究、それがどう電子レンジに？スペンサーがマグネトロンをテストしている最中に、ポケットに入れていたチョコレートバーが溶けていることに気づいたんだ。おかしいと思って、今度はポップコーンの種を近くに置いてみたら、それが破裂して弾け飛んだんだぜ。マイクロ波が食品を温める。いや、加熱する力があることに偶然気づいたんだ。レーダーの研究中に、チョコが溶けたりポップコーンが弾けたりしたの。すごい偶然ね。そうなんだぜ。スペンサーはすぐにこれがただの偶然じゃない。何か重要な現象だとひらめいたんだ。彼はこのマイクロ波が食品を内部から温める効果があることを確信して、食品加熱への応用を考え始めたんだ。これが電子レンジ開発の第一歩になったのぜ。ポケットのチョコが溶けたことが、あんな便利な家電の発明につながるなんて、本当に何がきっかけになるかわからないわね。まったくだ。レーダー開発という全く別の目的の研究中に、偶然見つかった現象が、世界中の家庭に革命をもたらしたんだ。文字通り、溶けたチョコから生まれた、世界をチンした大発見ってわけなのぜ。総評、まとめ。失敗から生まれた発明ベスト10。本当に驚きの連続だったわ。まさか、あんな身近なものが全部偶然や失敗からだったなんてね。そうなんだぜ。電子レンジ、ペニシリン、ポストイット。どれも狙いとは違う結果から生まれたんだ。失敗で終わらせず、あれと思ったことを見逃さなかったのがすごいわね。まったくだ。予期せぬ結果を観察し、探求する心こそが、大発見につながるんだぜ。失敗の中にも、新しい可能性が隠れてるかもしれないんだ。おうよ。だから失敗を恐れずに色々なことに挑戦することが大事。その一件の失敗が、成功の第一歩になることだってあるんだからな。なんだか勇気が出たわ。ありがとう、マリサ。どういたしましてなのぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。